こんにちは、バーバです。今日はこのハニカムボールの作り方をご紹介します。ハニカムというのは蜂の巣という意味ですが、このように穴がたくさん開いたとても面白い可愛らしい形のボールです。では早速作っていきましょう。用意するのはまず A4 サイズの両面が同じ色の紙が全部で3枚です。今回は100均のセリアに売っているこのような A4 サイズのカラーコピー用紙を使っていきます。あとこの A4 サイズ以外に型紙を取るための紙を別に1枚用意してください。他にボンドとハサミとペン、あと途中で紙を留めておくためのクリップを2つ用意してください。このように吊り下げるための紐をつける場合は、この吊り下げるための紐かリボンなどを用意してください。そしてこれからこの A4 サイズの紙を丸くたくさん切り取っていきますが、最初に丸い形の型紙を作っていきます。9.5 センチから 9.8 センチぐらいの大きさの円を切り抜いていきます。コンパスがあればコンパスで円を描いてください。もしない場合はこのようなコップかお皿でちょうど直径が10センチ弱ぐらいの丸いもので型を取っていきます。今回はこのコップを使って丸い形を切り取っていきたいと思います。紙に型紙を取る丸いものを置いて線を縁取って描いていきます。今描けた線が直径 9.8 センチぐらいになっています。これをハサミで切り取っていきます。丸く切り取れたら、まずこの紙を半分に折ります。さらに半分に折ります。今折った部分を開いて、下の縁がそれぞれ今つけた中心の折り筋に合うようにこのように折って折り筋をつけます。開いて、そうすると今3本の折り筋が入っていますが、この折り筋の先端のところ、この折り筋の先端を縁のところから2、3ミリ切り込みを入れていきます。ほんのちょっと切り込みが入っていれば大丈夫です。このようにちょっと切り込みを入れたら、これで型紙の完成です。
次はこの A4 サイズの紙を用意して、まず半分に折ります。開いて、下の縁と上の縁をそれぞれ今つけた中心の折り筋に合わせております。このように折ったら、さっきの型紙を用意して、この下の縁とこの縁がぴったり揃うように合わせておきます。そしてこの角も横の縁と合うようにこのように置いて、そしてペンで型紙に沿って縁を描いていきます。同じように横に2つ型紙を置いて、型紙に沿って線を描いていきます。はい、このように横に3つ半円の形が描けました。そうしたらこの中心のところで上の部分をこのように裏側に折ります。今このように4枚重なっている状態ですが、この状態でこの線に沿ってハサミで切り取っていきます。切り取るとこのように丸い形が2つ切り取れました。半分に折ったままにしといてください。同じように全部切り取っていきます。はい、このように全部で6枚の丸い円が取れました。残り2枚の A4 の紙も同じように切って全部で18枚のパーツを作っていきます。はい、このように全部で18枚のパーツが切り取れました。そして次はこの切り取ったパーツに先ほどの型紙を重ねて、そして型紙に入っているこの切り込み、3箇所の切り込みで同じようにこの紙も切り込みを入れていきます。型紙の切り込みと同じところにハサミを入れて、ほんの少し目印のための切り込みなので1ミリか2ミリぐらい、ほんのちょっと切り込みが入っていれば大丈夫です。ちょこんと切り込みを入れておいてください。今ちょっと小さいので見えにくいかもしれませんが、この3箇所に切り込みが入りました。同じように他の紙も切り込みを入れていきます。
3枚か4枚一緒に重ねていっぺんに切ってもらって大丈夫です。はい、18枚全部縁に切り込みが入りました。次はボンドを使って少しずつ貼り合わせていきます。まず一度開いて、この中心に入れた切り込みのところ、この中心の切り込みがここになりますが、この切り込みのところにこのようにちょこんとボンドをつけていきます。この縁から少し内側のところにボンドをつけるようにしてください。縁にギリギリにボンドをつけると、このように半分に貼り合わせた時に縁からボンドがはみ出てしまうので、はみ出てしまうと余計なところにボンドがついていってしまうので、はみ出ないようにこの切り込みのところの少し内側にちょこんと、あまりたくさんつけすぎてもはみ出てしまうので、はみ出ない程度に少しの量をちょこんと内側につけて、このように貼り合わせていってください。18枚全部同じように半分のところにボンドをつけて貼っていきます。はい、18枚全部中心にのり付けができました。次はこの半分に折れた状態のこの上の面で横の2箇所の切り込み、この2箇所の切り込みのところにボンドをつけていきます。この時もやっぱり縁から少し内側のところにちょこんとボンドをつけるようにしてください。あとこの中心のところ、この縁の中心の位置にこのようにボンドをつけてください。全部で3箇所にボンドを乗せます。このようにボンドをつけたら2枚目を上から貼り合わせます。2枚目を乗せて、この縁と両側の角がぴったり揃うように気をつけて貼り合わせます。そして2枚目以降も同じように2箇所の切り込みのところと、そしてこの中心、ここに3箇所にボンドをちょこんと乗せて上から3枚目を貼り合わせます。位置をぴったり
揃えておきます。このようにどんどん上に重ねて貼り合わせていきます。はい、これで18枚のパーツが全部貼り合わさりました。今広げてしまうとボンドがまだ乾いてなくて剥がれてしまうかもしれないので、ボンドがしっかり乾くまでしばらくこのまま置いておきます。はい、ボンドが乾いたら広げてみます。このように蜂の巣のような形が出来上がっています。そしてこれをこのように両側をくるっと丸めてきて、このように貼り合わせていきます。そしてこの時にもし飾り用の紐をつける場合は今ここでつけていきます。紐がいらない場合は紐なしで形を仕上げてください。紐かリボンを必要な長さ切り取って、そしてこれをくるっと丸める前にこの中心に折り目が集まっているところにボンドでこのように紐を貼り合わせていきます。この折り目が集まっている中心にボンドをしっかりつけて、紐を貼り合わせて、もう一度上からボンドをしっかりつけて、紐の反対側も貼り合わせておきます。そしてさっきと同じようにこの切れ目の横の2箇所のところと中心にボンドをちょんちょんとつけておいて、そして端と端を合わせるようにくるっと丸めていきます。端と端を合わせて、このまま離すとまだボンドが乾いていなくて外れてしまうので、一旦ボンドをつけたところをクリップで軽く留めておきます。このようにしてもう一度ボンドがしっかり乾くまで置いておきます。ボンドが乾いたらクリップを外して全体の形を確認して、たくさん穴が広がっているところと穴が
詰まっているところとかあると思うので、全体的にバランスを整えて、はい、これでハニカムボールの完成です。これは全部同じ色で仕上げたものになりますが、最初に見本でお見せしたように、このように2色を使って交互に色を重ねたり、こちらは3枚ずつ交互に重ねたものになります。赤と緑で作っているので、クリスマスの飾りに使える仕上がりになっています。使う色によっても雰囲気の違うハニカムボールになってきます。とてもおしゃれで可愛らしい雰囲気に仕上がるので、このハニカムボール、ぜひ飾りに活用してください。